こんにちは、アンナスです。今日はユニクロのコントワーデコトニエっていうシリーズありますよね。ユニクロの中のそういうシリーズがあって、それの、ストライプコットンフリルシャツっていうのを買ってみました。ちょっと今着てるのと似てるな。ちょっとフリフリになってて、で、多分ね、袖がちょっと短いんで、腕が長く見えるみたいな、そういう感じなのかな。すごい薄手なんで、これにね、ちょっとやってみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは、コントワーデコトニエっていう、最近 GU とかで買っているので、6990円がすごい高く感じますけど、まあ平均的な値段になるんですかね。で、これに刺繍していこうと思います。今日はアンナスの雑貨の刺繍の中からちょっと図案がいいのか大丈夫ですね。真正面向けなければいいんで、アロマテラピーっていう図案のここのラベンダーと、それからこれなんだっけ、忘れましたでオリーブと、あとオレンジとみかんはちょっとあれなんで、今回ちょっと紫をメインに、エディブルフラワー、それは食べるやつですね。名前ちょっと後で思い出します。これの白いお花等をやっていきたいと思います。で、今回 150% 拡大、そこまで大きくないですね。でも相変わらずの拡大っぷりで、これを左右に散らばせようと思います。で、左右に散らばせるで、反対側は反転させるんですけど、1枚コピーすれば写るので、裏から写してもらって、で、今日めちゃくちゃ生地薄いんですよね。だから着ると涼しそうなんですけど、スマプリで写していきます。で、スマプリはシールになってます。開けるともうだいぶ使っているので、もう歯切れだらけなんですが、この A4 サイズが2枚入ってます。で、それにペンで写していきます。ペンは、ステッドラーのピグメントライナー 0.05 です。こうやった方がいいのか。で、このザラザラの方に写していきます。ちょっと下がデコボコしているとあれなんで、一旦これで、ラベンダーはね2つぐらい、ちょっと紫の成分を多くして、全体的に紫と緑みたいな感じで、ちょっと紫多めな感じで、最近いつも黄色やったりとかピンクやったり、割と暖色系が多かったんで、ちょっと紫ってあんまりやってないなっていうので、紫をメインにしようと思います。で、こんな感じでペンで図案を写していきます。私は横着なんであれなんですけど、マスキングテープとかで固定して書き始めるとずれなくていいです。ただ透明のシールだからずれたらわかるのでいいかなと思ってるんですけど。はい、それでは写せたので、ハサミでカットします。あんまりギリギリにしないで、外側1センチ、0.8 センチ、8ミリ1センチかちょっと小さいぐらいの感じで残しておいて、で、ラベンダーは2枚写しました。まずは片方だけで、あと反転してもう片方は刺繍する直前に貼りたいと思います。やっぱ夏になると暑くなって、これ水で溶けるんですけど、やっぱ作業してる最中からベタベタしてくるんですね。溶けてきてるのかな。まずは右を貼っていきます。
っぱこの胸元にラベンダー欲しいですね。顔の近くに。角を少し折って爪でグイッとやって、で少しだけ取ります。でこのシールのここだけ、端っこだけをまず布に貼って、でこれぐらいかなって位置決めてから少しずつ裏の刺繍をベリベリ剥がしてください。で最初に位置決めようかな。であと気をつけなきゃいけないのが、この服の状態で図案を並べると全体的に上に上がります、着た時に。なのでなんでかっていうと、これもうペラペラですよね。人間ってこの身幅があるんで、ちょっと鏡に肩に当てて、で位置決めてください。でないとやっぱ若干その幅の分だけ上に上がっちゃうんでね。とりあえずこれで片方だけ、その一部だけこう貼っておいて、でこんなもんかなっていうので鏡で見てから本当に貼ってください。今仮止め的な感じで貼っておいてもらって、じゃあそれでちょっと位置決めてやります。はい、これで貼れました。こんな感じ。見えるかな？ちょっとでも配置の仕方はちょっと最後の方を見てもらって、あとインスタにいつも画像上げてるんで、インスタの方で確認してもらってもいいです。それでラベンダーは2つちょっと上向きと下向きと、で他のもちょっとなんかこう曲がってるのでくるんくるんさせて、こういろいろこう自由な感じで貼ってます。で後でこれと同じように反転したやつを左側に貼ろうかなと思います。ということで刺繍をしていきます。はい、では刺繍していきます。ラベンダーから刺繍していこうと思うんですけど、本の方では6本取りでサテンステッチっていうなんかすごい無謀なことをやっているんですが、それでさらに、150% 今回拡大しているので結構ね大変です。なので、今回はレゼーデージステッチプラスストレートステッチっていうのをやっていきたいと思います。刺繍糸は使いやすい長さの65センチにカットしてるんで、これの作り方は別の動画を見てください。そして、このもう6本の束で抜いてください。1本ずつほぐすとなんかこのせっかくまとまってるのが1本だけビロンみたいになったりするんで、もうまとまった状態で取ります。で玉留め、もういつもと全然やることが違いますね。そして、レゼーデージチェーンステッチの1個バージョンなんですけど、まずチェーンステッチですね。針を出して同じ穴に刺して、で頂点から針を出して糸をかけて上に引っ張る。でそのまま輪の外に刺すと、これがレゼーデージステッチです。チェーンステッチはこれを続けていくとチェーンステッチになるんですね。でそれプラスストレートっていうのは、これレゼーデージって中に穴開いてるじゃないですか。チェーンステッチもなんですけど、なのでこの穴の部分にストレートステッチをかぶせるっていうことなんです。でかぶせ方は本当に全部カバーします。だからさっき留めのステッチでやったレゼーデージのその留めの部分のさらに上のところに針を刺して、でこんな感じです。なんかサテンステッチっぽく見えますね。これすごい時短になりますよね。刺繍で時短とか言っていいのかな。なんかちょっとでも刺繍を早く終わらせたいっていう刺繍作家なんですけど、そういうことをよく言ってしまう
んですけど、そしてみんなにこう驚かれるんですが、はい。これは簡単にサテンステッチっぽいものができるんでおすすめです。まあその使い道がちょっと限られてくるんですけど、まあ、こんな感じで、で、この上からストレートステッチ入れた時に、やっぱこの6本取りだからちょっとねじれがあるんで、まあそれはわざと私がそのねじれさせたいためにそのまま取ったんですけど、上からストレートステッチ刺す時にちょっとほぐしてあげて、で、乗せてあげるといいと思います。洗濯はね、まあこのぐらいの距離だったら多分大丈夫だと思います。ちょっとよれたら指で戻してください。じゃあこれで全部刺していきます。はい、ではできたので、今度はアウトラインステッチ4本取りです。で、続きをやるときはこうやって裏に絡めて、で、アウトラインをやっていきます。まず1目作ります。で、ちょっと先に出して、こういうカーブになっているから、今まっすぐのをこう曲げたいですね。なので、針でギュッと押して糸の下に刺します。そうすると1個目が曲がるので、また2個目をギュッと押して半分重ね。糸を割るとなんか違うステッチに見えるので、糸は割らないで糸を避けて糸の下に刺します。で、これを繰り返していって、で、最後はこれだけだとこの最後が浮くので、同じ穴から出して、で、半分サイズのを入れるといいです。なので、1回決めた方向は同じ方向に、刺すといいですね。そして、もうサテンステッチで4本取りでもついでにやっちゃいます。ここにサテンステッチの葉っぱがあるんで、ついでにやりながら、茎やってまたやりながらサテンステッチ。で、糸が渡ると、これ多分ね、透けると思うんですよね。だからできるだけ糸が渡り糸がないようにするために、裏にこうやってぐるぐるって絡めながら元の位置に戻れば、大丈夫なんで。で、サテンステッチ。サテンステッチのこの葉っぱは真ん中に1本基準を入れて、で、これを頂点にするので、これより長いのは入れないです。これよりちょっとずつ短いのを左右に入れていきます。で、ラベンダーの葉っぱってそんなに丸くないですよね。結構細長いシュッとした感じなので、まあ下書きちょっと丸く描きすぎたんですけど、まあ、これぐらいでいいと思います。あんまり丸くするとラベンダーらしさがなくなるんで。で、またここで葉っぱ作って、っていう感じでやっていきます。あと、糸を終わらせる時の説明をしてなかったんですけど、これちょっと一旦ここで終わらせるので、糸を終わらせる時は裏の糸をぐちゃぐちゃっと2回ほどすくうとこれで絡まってるんで切って大丈夫です。糸が絡まるとほどくの大変ですよね。なので絡まって止めるっていうそういう状況です。で、続きやる時も裏に絡めて、なんかずっと裏に絡めてますね。これでまたアウトラインしながらサテンステッチも入れていきます。はい。ラベンダーができたので、この下のエルダーフラワーでした。エルダーフラワーっていうのをやっていきます。で、もうちょっと先にお花だけ刺してしまってあるんですけど、刺し方はラベンダーと一緒で、レゼレージステッチ足すストレートステッチっていうことになります。で、フレンチノットステッチを説明します。真ん中にフレンチノット入ってるんで、これも4本取りです。真ん中から針を出します。
で、枠を机に置いて、で、少し上を持ちます。で、空中で2回巻いて、ほぼ同じ穴に刺して、このぐちゃぐちゃを引き絞ると、ここでもうできてるので、あとは裏から引っ張ります。こんな感じで、今ちょっと刺繍枠に絡まったんですけど、そして、このままこういっても別に映らないかな。一応ちょっと念のため裏にこうぐるぐるっと絡めて隣に移動して、でまたフレンチノート空中で2回巻いて同じ穴に刺して引き絞ってから裏から引っ張る。これを繰り返していきます。そしてあとここもアウトラインステッチもやっていきます。はい、アウトラインステッチまでできたので、今度は葉っぱを刺します。で、今回結構全体的に6本取りとかでモコモコしてるので、サテンステッチも3本取りでちょっとモコモコ感は出したいと思います。基本的にサテンって2本にするんですけど、ちょっとやっぱね、あまりにもここがペタッとするのもあれかなと思って。で、ちなみになんか裏も見たいって言われたことがあったので、裏なんですけど、裏はね、綺麗にしてください。糸が、今こうやって渡してるのは、この後ここ全部埋めていくから、ビュンって渡してるんですけど、こんな渡り糸長く残ってると、洗濯した時とかに引っかかったりするんで、もうできるだけ糸は短く切って、ここからここに糸渡るんだったらもう一回切るとか、中をくぐらせるとかして、できるだけもう裏に糸が渡らないように、裏も気をつけた方がいいと思います。でも初心者の方はそこまでも気が回らないと思うんで、なんか裏がね、タオルみたいになってもいいです。まずは表をきれいにするっていうことを、優先的に考えて、で、できる人はちょっと気にしてもらってもいいかなっていう感じです。で、葉っぱの刺し方なんですけど、まず頂点を作ります。で、ガイド線を入れます。本にも書いてあると思うんですけど、最初の刺し始めここ3つ入れてくださいって書いてありますね。なんでかっていうと、先に頂点作っておかないと、サテンステッチなので、どっかに基準を入れて半分ずつ、例えばこの辺に基準を入れて半分ずつ埋めると、ここの先がちっちゃい点々、横横ステッチになるとちっちゃい点々になるので、もう先に頂点ビシッと作っておきます。で、鳥の足跡みたいにして、左右は45度にしておいて、間を放射状に埋めます。2本ぐらい入れて埋まるぐらいがちょうどいいかなって思います。それよりもたくさん埋めなきゃいけない人は多分ちょっと横気味なのかもしれない。で、こんな感じで埋めたら、右でも左でもどっちでもいいので、隣に刺していきます。で、基本的には隣に刺していくんですけど、必ず隣じゃないといけないっていう決まりはないので、前のところで隙間が空いてたら戻って足してください。で、どんどん埋めます。で、斜めを保ちながら埋めていきます。で、だんだんなんか斜めすぎたり、真横になりすぎたりとかする場合は、ちょっとガイド線2、3本先に2、3針先ぐらいにガイド線を入れてから間を埋めると、向きが整います。だから今もっとすごい縦の斜めになってしまったみたいなのがあったら、本当はこの向きにしたいっていうガイド線を入れて、ナチュラルに戻していきます。なんか少しずつ向きが変わる分に関しては別にパッと見た時違和感がないんですけど、突然90度ぐらい、45度ぐらい変わると、結構、質感が変わってしまうので、ツヤがね、全然違うツヤになるんで、なのでそこだけ気をつければ大丈夫です。じゃあこれで右と左と順番に埋めます。
かこっち側全部埋めてから反対側も埋めていきます。左右交互にやるとここの中心がなんかガタガタするんで、ちゃんと半分ずつ埋めてください。はい、ここができました。で、今このオリーブをやろうとしてるんですけど、茎はアウトラインステッチですね。で、葉っぱはサテンステッチで、こっちの葉っぱの刺し方のコツを説明します。スタートが、本に書いてある通りの刺し方で刺すんですけど、結構斜めでスタートします。で、この斜めはなんでかっていうと、横にするとやっぱこのちっちゃい点々になるので、頂点がちっちゃい点々になるんで、スタートを斜めにしておくと、このまま平行に刺していくと、ちょっと後で間を埋めるんですけど、この糸の端が頂点になるから先が尖りやすいんですね。なので、これで頂点を作って、でちょっと後からこう埋めるんですけど、なんかもっとスタートもっと端っこにすると良かったですね。それで間を埋めながら下に戻っていくっていう感じで、この葉っぱを全部埋めます。なので、斜めの向きはどっち向きでもいいです。好きな方向で大丈夫です。揃えてたら綺麗っていうのありますけど、別にそこまで気にする必要ないかなと思います。で、楕円の丸は別に先尖らせなくていいんで、普通に真ん中に1本入れて半分ずつ埋めますね。じゃあこれで刺していきます。はい。半分できたので、もう半分作っていきます。結構ね、爽やかな感じですでに気に入ってます。じゃあ引き続き頑張ります。はい、ということで出来上がりました。次の日です。左側ですね。で、同じように反転して図案を貼って刺繍したんですけど、で1回洗濯したのでもうスマプリは落ちてます。で、アイロンはしてないです。っていう感じです。で、急いで貼ったので位置を一応ちゃんと見たつもりだったんですけど、今見ると若干その上下がずれてますね。縦の線はなんとなく、でもこれ向きが合ってるか。ちょっと違いますね。こう高さで見るとこのボタンよりもみたいな感じで、ちょっと今わざと斜めから撮ってるんで分かりづらいかもですけど、着るときにちゃんと並行して着る人ってあんまりいないんで、ちょっとね、やっぱ服も斜めになったりずれるからみたいな感じで、いつもそれを考えて、そこまで厳密にきっちりしてないんですけど、やっぱこう見るとあれですね。皆さんは綺麗にきっちり刺してもらえるといいかなと思います。はい。でもレースに刺繍だからすごく清楚な感じで着てみるとスカートと合わせたりとかズボンとかに合わせても綺麗だと思うんですけど、割となんかちゃんとしたなんかお出かけみたいな感じで着れそうかなと思いました。結構華やかなんでね。色はやっぱ紫濃いめのやつ使ってもらうといいと思います。ということでぜひ皆さんも真似して作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あと、毎月の刺繍って言って会員制サイトを月600円で、ネット上でやっています。で、そこに入ってもらうと新しい図案を毎月出すので、それもダウンロードできるし、過去の図案も全部ダウンロードできます。で、あとは、限定ライブがあったりとか、で、抽選会、私の作品を皆さんにプレゼントする抽選会もやっているので、中に一旦入ればいろいろダウンロードしたり、過去の動画も見れたりするんで、よければ遊びに来てください。で、
あとこの場所で教室をやってます。なので刺繍教室興味ある方は東京に来られる方はぜひいらしてください。あとね、ここの1階はお店になってるんで、そこは誰でもいつでも、金曜日と土曜日やってるので、その時にもし空いてる時によければいらしてください。で、もし来られない方は通販もやってるんで、通販で買ってください。はい、ではまた来週。さよなら。